おはようございます。めぐりかみ太一です。今日はマデラソースマデラを作っていきたいと思います。このマデラですけども、ポルトガル領のマデラ島で作られている主成強化ワインの一つです。主成強化ワイン、三大主成強化ワインと言いますと、シェリー、ポルト、マデラがこの3つが挙げられます。個人的に好きなマデラ種ですけども、これの特徴としては意図的に加熱熟成ですね。加熱して酸化させて独特の風味を出しているっていうのが特徴になります。その後ですね、瓶に詰める前に3年間最低樽熟成をしているので独特な香りがあって私は好きです。今回はリードボーのソースとしてご紹介しましたけども、また他の食材ともよく合いますのでぜひ試してみてください。それでは始めましょう。それではエシャロットをエプルシェしていきます。エシャロットエプルシェですね。きれいに皮を剥いて、乾いている部分もきれいに取ってあります。その後エマンセスライスですね。エマンセしてあります。でニンニクももちろんエプルシェして芯を取ったものをエマンセにしていきます。はい、この時ですけどもエシャロットの味をよく出すためにですね、エシャロットの繊維を断ち切るようにエマンセしていきます。マデラ酒が基本的に甘いので多少アクセントですね、黒胡椒でパンチを効かせるためにミニョネットを入れますので、モフチエとピロンですね、すり鉢で、ミニョネットを作っていきます。この時どうしても細かい胡椒の粉ができてしまうので、ふるいですね、タミゼ、ふるいにかけてそれを取り除きます。はい、ミニョネットの完成です。それでは温めた鍋にバターを入れて溶かしていきます。溶けてきたら先ほど切ったエシャロットとニンニクのエマンセをですね入れて、シュエオブールバターで汗をかかしていきます。この時軽く塩を入れてですね、エシャロットの持っている水分でまず火を入れていきます。最終的に多少色をつけますけども、よくまず梱包ってですね、火を入れてから、強火にしてある程度このような感じですね、色をつけていった方がいいです。そうしないとですね、いきなり最初が強火にしてしまうと火が入ってないのに色がついてしまいますので、エシャロットの生の臭みが残ってしまいます。なのでまずシュエしてよく火を入れてから強火にして色をつけます。このような感じですね。あまりキャラメリゼしすぎるとですね、甘ったるくなりますのでこれぐらいでやめときます。先ほど用意したミニョネットを入れてですね、トリュフィエ、炒めてやるということですね。香りを出すためにトリュフィエしてあります。続いてマデラですね。よくトリュフィエした後にマデラを入れてフランベしてやります。フランベですけどもアルコールを飛ばすことですね。決して火をつけなくていいです。火をつけるとですね、中が焦げて、苦みが出てしまいますので、よく火をつけずにアルコールを飛ばしてください。でそれとですね、うまみも剥がしてやるデグラッセしてやります。マデラが半分まで煮詰まったらフォンドボーですね、フォンドボーを入れてやります。フォンドボーを入れて煮詰めるレデューする目安ですけども、フォンドボーによってだいぶ変わると思います。もちろんシェフごとにですねフォンドボーが違うと思いますので、その店に合ったやり方でやってもらったらいいと思います。やっぱり、ね、味が煮詰まっているのと塩味がきついのとはやはり違いますので、その辺を、よく味見しながらですね経験を積んでもらった方がいいと思います。結構味が濃くなりすぎるとですね、塩味を感じているように錯覚して塩がきつく感じることがありますので、その辺は注意してください。白いルーで、リエしていきます。これもですね、他に動画上げてますのでそれを参考にしてもらったらいいと思います。ルーはですね、冷凍保存しておればいつでも使えますので便利だと思います。いい感じの濃度まで煮詰まったので、ここでパッセします。パッセですね、こします。はい、この時ですけども、きれいにマリーズできれいにゴンベラですね、きれいにこそぎ取ってよくエシャロットの旨味を絞り出してあります。はい、こんな感じですね、きっちり絞って、はい、このような感じ、きれいな感じにソースが出来上がりました。あと最後にですね、モンテオブルバターでモンテしていきます。この時ですけども、軽く温かい沸いてる状態ですね、ポコポコいう状態にしてですね、バターをゆっくり溶かしていきます。もちろんバター冷たい状態のものを入れてですね、ゆっくり沸かしてモンテしていきます。最後に味を締めるために赤ワインビネガーと、あとちょっとだけ生のマデラですね、アルコール分が残っている生のお酒を入れて最後仕上げていきます。はい、このような感じですね、きれいに輝いていて美味しそうなソースができました。もちろん最後に塩コショウですね、汗止めし直してもらっても構わないですけど、今回は、完全に出来上がってますのでこのまま使います。お疲れ様でした。ボナペティ。